世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのミナです。皆さんは外国人とお付き合いしたことはありますか？近年では外国人が日本に来る数、そして日本人が海外に行く数、ともに増加傾向にあり、国際結婚なども普通になってきています。そこで気になることが一つ。外国の人々から見た私たち日本人はどのように見えているのでしょうか。今回は日本に住むアメリカ人女性に聞いた日本人男性の魅力についてインタビューした記事と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは早速、話題となっていたあるアメリカ人女性のインタビュー、日本人男性に対して思うことを聞いてみましょう。日本人の男性についてどう思うかか。そうね。まず日本人はスタイルがいい。アメリカ人よりスタイリッシュだし、かっこいいと思う。ただ、アメリカの男性の方がコミュニケーション能力は高いし、ユーモアもある。日本人はとにかくシャイね。だから話している相手が何を考えているのかわからないことがよくあるわ。これは男性女性を問わずね。これが好きって聞いても、これ嫌いだったと聞いても、って。毎回どっちなのってなる。あと、普通ってよく言うよね。食べたケーキが気に入ったのか聞いてるのに、普通っていうことが理解できない。日本に来る前、アメリカの友人に日本人は自分の意見を言うことを避ける傾向があるとは聞いていたけど、まさかここまでとは。あと、アメリカではバス停とかでも、美人ですね、友達になれたら嬉しいんだけどってナンパしてくる人がいる。しかも断ったら、お前はそんなに美人じゃないからもういいよと怒鳴られたことがあるのよ。私が何をしたって言うのかしら。こういう日は一日ブルーになる。でも日本ではナンパされることがほとんどないわ。でもたまに居酒屋で酔っ払いがナンパしてくるわ。実は私、日本人の彼氏がいるんだけど、彼はとても細やかな気遣いをしてくれるから、日本人男性の印象は結構好意的よ。例えば、バッグ持とうかって聞いてくれたり、私を見つめて、君は綺麗だねって言って手を握ってくれたり、アメリカでは経験したことがないようなことを彼は私にしてくれるの。だから私はシャイだけどスタイルが良くて優しい日本人男性が大好きよ。以上があるアメリカ人女性のインタビューでした。日本人男性のちょっとした心配りが彼女をときめかせているようですね。また、普通という言葉を私自身よく使うのでハッとさせられました。このインタビューに対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。私も日本人と付き合ってみたい。日本人ってスタイルがいいし、とてもおしゃれだもの。一緒に街を歩いてデートしてみたいわ。確かにアメリカ人よりコミュニケーションが下手ってイメージはあるけど、そこも魅力だと思う。他の人とはぎこちない会話をする彼が自分にだけ優しくしてくれるのって想像しただけでもキュンとする。答えてる彼女が日本人がはっきり言わないところに気づいているのがいいね。おとなしいことと自己主張がないのは違うから。私の彼氏はアメリカ人なんですけど、何かにつけて俺がってもううんざり。日本人の彼氏なら物静かそうだし癒されそう。なんかね、アメリカ人より日本人の方が素敵っていうバイアスがかかってるなとしか思えない。日本人の女が日本人より白人の男がイケてるって思ってるのと同類のあれ。それは私も感じた。彼女の言っていることがどれもステレオタイプなんだよな。アメリカ人が日本人男性をいいイメージで見ることに逆に驚いちゃった。マレーシアでは日本人男性のイメージってなよなよしてるか上から目線の人かの二択って感じよ。わかる。全然自分で決めようとしないでリードされるの待ってるイメージあるわ。
それとは逆に女の意見は全く聞く耳を持たないし、何やっても許されるって思ってるやつもいない？まあ日本人って言ってもいろんな人がいるからね。素敵な人もいれば嫌なやつもいるのはどこの国も同じよ。それは世界の国にも言えることだけどね。私も居酒屋で日本人にナンパされたことあるけど、正直キモかった。断ってるのに離れようとせずにしつこい。まあでも断ったら怒鳴りつけてくるような人には当たったことないからマシなのかも。日本人の男性は女性に荷物を持たせないって本当なのね。それがたとえ小さなハンドバッグだって彼氏が持ってくれるらしいの。すごく素敵じゃない？荷物持ってくれるのが素敵って、俺は彼女と手はつなぐけど荷物は持たないよ。負け犬じゃないからね。だいたいあんなちっちゃなバッグ持ってやって何の意味があるんだよ。荷物を持ってくれることが重要なんじゃなくって、そういう気遣いが嬉しいって話でしょ。そのあたりがわからないってとこが残念なのよね。少なくてもアメリカ人よりも凶暴じゃないことは確かじゃないの？それだけでも十分魅力的だわ。これ白人と黒人じゃまた感想が違いそうな気がするな。日本人は肌の色での差別をほとんどしないだろう。アメリカで黒人に向けられる視線と日本人が黒人を見る視線はそれだけで明らかに違うだろうし、彼女にとっては余計に日本人は紳士的に映るんじゃないか？そうね、それはあり得る。黒人を根本的に蔑んでいる白人もいるけど、日本人でそういう人はほとんどいないだろうし。でもだからといって日本人が全く差別をしないかというのはまた別の話よ。昔日本人と付き合っていた時にレディーファーストを全くしないのには参ったわ。日本ではその考えが広まっていないって頭では分かっていたけど、実際にそう振る舞われるとモヤモヤする。レディーファーストはしないけど、ちょっとしたところで優しいんだよね。それは嬉しいんだけどな。私も断然日本人の彼氏の方がいいわ。細やかな気遣いをしてくれるし、黒い髪も瞳もエキゾチックで大好き。すっごくシャイだけど、彼なりに一生懸命愛情を伝えてくれるのよ。そういうところで上辺だけじゃなくて本当に愛されてるって感じるわ。アメリカ人みたいにもっと言葉で伝えてほしいって思う時もあるけどね。十分幸せよ。以上が海外の人々の反応でした。日本人男性と一括りに言っても、個人個人の相手に対する態度は違って当然ですから、実際に出会った日本人の印象が大きく影響するのでしょう。しかし、おおむねのところで日本人男性がする細やかな気遣いは好意的に受け入れられているようです。では実際に日本人で国際結婚をした人はどれぐらいいるのでしょうか。厚生労働省の人口動態調査の統計によると、1970年には 1% にも満たなかった国際結婚の割合は、2006年には約 7% にもなっています。国際結婚というと、外国人男性と日本人女性のカップルをイメージする方も多いと思いますが、実際の統計を見てみると、1970年代後半以降、夫の国籍が日本で妻の国籍が外国というカップルの割合の方が高いです。2008年には国際結婚したうちの 80% が日本人男性と外国人女性という高い割合でしたが、2020年、2021年の調査では男性の国籍が日本の場合が約 60%、女性の国籍が日本の場合が約 40% と均衡しつつあります。また、日本人男性の約 70% が韓国や中国などのアジアの国の女性と結婚しているのだそうです。これに対してアメリカやイギリス人と結婚した人はわずか約 3%。国際結婚というと白人のように外見が明らかに違う夫婦を想像してしまいがちなので、そのせいで国際結婚をしている日本人男性が少ないように思ってしまっているのかもしれません。DNA トラベルが行った国際結婚に関する調査では、日本人男性が最もお付き合いしたい相手の出身国はタイなのだとか。その理由として、ホスピタリティが高い、同じ仏教国で親日国、とてもフレンドリーだから、国民全体が温和だと思う、など親近感があることを挙げていました。
細やかな気遣いができる日本人男性だからこそ、相手にも内面的な優しさを求めるのかもしれませんね。レディーファースト文化がある海外の女性からもモテモテの日本人男性。海外の反応を参考にして、さらにモテ度アップを狙ってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。